深くかぶるニューエラ、傘はささないタイプ。美しいメロディーに合わせて引用されることも多いヘッドウェアブランド、ニューエラ。今回紹介させていただくのは、そんなニューエラの看板商品といえる、時代を超えて愛されるヘッドウェアの王道、15950。MLB の公式キャップとしてだけでなく、ストリートファッションのアイコンとしても、あらゆる層から支持されるこのキャップの歴史とディテールについて見ていきます。まずは遡ること1920年、アメリカ・バッファローにて、エルハルド・クックが E クックキャップという帽子会社を創業します。1922年には正式社名をニューエラキャップと改名し、すでに誰もが知る名前になっていたわけですが、当時作っていたのはギャッツビースタイルと言われるハンチング帽やニュースボーイキャップがメインだったといいます。当時は既製服の概念が初めて登場したタイミングだったこともあり、そういった紳士用のカジュアルハットはかつてない勢いで売れていたのだとか。しかし10年の間にその需要は徐々に縮小していき、そんなタイミングに創業者の息子であるハロルド・クックが注目したのがスポーツ業界、中でも野球、ベースボールでした。野球はアメリカで一般大衆の娯楽として大きな人気を集めていたスポーツであり、 MLB においてキャップは正式な装備品としてルールブックで規則化され、着用が義務付けられたアイテムでもありました。今のユニフォームもキャップも、実は南北戦争時代に軍人たちがベースボールをプレーする際の軍装が危険だと言われていますが、そういった時勢やルールも相まって、スポーツ用キャップのビジネスに参入すべき時が来たと確信したハロルドは、父親を説得し、1932年にベースボールキャップの製造を開始。そしてその品質の高さで激しい受注合戦を勝ち抜き、1934年にクリープランド・インディアンズのホーム用とアウェー用2種のキャップ製造を受注しました。これがニューエラ初のプロ用ベースボールキャップだったわけですが、当時は様々な帽子メーカーが各球団の受注を競っている状況で、その多くは大量に早く生産することを重視していました。しかし一方でニューエラは、品質第一、量は後からついてくるをモットーに、クオリティを最優先する姿勢でプロ用ベースボールキャップ市場独占を目指していきます。そして1950年にはブルックリン・ドジャース、シンシナティ・レッツ、デトロイト・タイガースといった MLB の名門チームとも契約し、この時点でメジャーなベースボールチームへと製品供給する唯一のヘッドウェアメーカーとなっていました。そして1974年にはメジャーリーグ24チームのうち20チームと契約を結び、1993年には MLB のオフィシャルサプライヤーとして全30チームとその傘下のマイナーリーグ全チームのキャップを独占的に製造する権利を獲得したわけですが、そんなニューエラの代表的なベースボールキャップが1954年に誕生した15950になります。ニューエラがベースボールキャップの製造を開始してから15950が生まれるまで約20年間という時間がありましたが、その時の中でハロルドは従来のキャップの型に凝り固まらず試行を続けました。革製だった汗止めのバンドを綿素材に変え、吸水性と快適性を向上させたり、今では当たり前となったサイズ調整可能な帽子を開発したり、様々な改善を試み、帽子並びに会社を成長させていきます。そして最終的にプロフェッショナルなベースボールキャップには1センチ刻みで展開されるフィッテドサイズを採用。そのフィッテドをさらに改良して生まれたのが MLB 公式選手用キャップの15950です。登場した当時からほとんどフォルムは変更されておらず、6枚のパネルとバイザーで構成されるベースボールキャップの完成形であり、クラシックと言える存在です。ちなみにこの型番は当時キャップに使われていたウール生地の品番5950番にちなんで付けられたそうです。ニューエラのベースボールキャップを見渡すと、実は15950以外にも940や930、920など様々なモデルがあります。しかし1978年当時、15950の一般販売開始に合わせて謳われた 12.99 ドルで誰でも MLB 選手と同じキャップが被れるというキャッチコピーは、今でもなお
凄まじいパンチラインとして世界中のベースボールファンに突き刺さり、ベースボールファンにとどまらない様々なカルチャーの人々を魅了し続けています。その意味でもやはり一番の王道ともいえるアイコンは5950で間違いないでしょう。今ではキャップというとサイズ調整などの利便性からスナップバックのモデルの方が一般的かと思いますが、細かく選んだマイサイズで被る後ろのパネルまで閉じ切ったアジャスターのないキャップはレディメイドながらサイズ的にも気持ち的にもオーダーメイドのようなフィッティングを実感できます。これは心の持ちようかもしれませんが、プロと同じアイテムを自分にぴったりのサイズで身につけられるわけで、これほど魅力的でクラシックなキャップは他にないでしょう。正真正銘の完全なるスタンダードですが、実はクラウンの高さを筆頭に少しボリュームがあり、一般的なユーザーにはファッション的な意味でのフィッティングが難しいのも事実です。そこでここからは5950のファミリーの中からクラウンが低めに設定された2型、ロープロファイル5950とレトロクラウン5950についてディテールとともに紹介していきます。まずはこちらのロープロファイル5950になります。ロープロファイルという名称がついていますが、実はこちらも無印の5950と並んで MLB の公式オンフィールドキャップに採用されているモデル5950 MLB オンフィールドになります。5950 MLB オンフィールドは MLB 全球団の選手がフィールドで着用するものと同様の素材が使用されている、デザインも全く同じ仕様のモデルのことを言い、高い通気性や吸湿速乾性、紫外線防御、UPF50 を持った高機能素材が使用されています。ロープロファイルの方は無印の5950と比較してクラウンの高さが低く、またバイザーがあらかじめ少し曲げられたカーブドバイザーになっていますが、基本的にそういったシルエット以外のディテールは無印と共通していると考えてもらっていいかと思います。早速それぞれ見ていくと、まずはフロントパネル部分。美しく立体的なチームロゴの刺繍が施されていて、企業秘密の技術で強化されています。6枚のパネルは通気性を確保しながら熱を逃がしてくれるアイレット刺繍が施されていて、それぞれ職人の手作業で丁寧に縫い合わせられています。その境目には裏側からテープが貼られていて、強度を上げながら着用時の違和感が軽減されています。芯が入ったバイザー部分は8本のステッチで固定されていて、内側には汗止めが縫い付けられており、汗止めの部分にはニューエラのタグ、サイズタグ、そしてオフィシャルオンフィールドキャップを証明するタグが縫い付けられています。そしてバックサイドには MLB のリーグロゴ刺繍。これはチームカラーに合わせて綺麗にカラーリングされていて、何よりこのアイテムが積み上げてきた歴史の保証でもあり、後ろかぶりでも決まってくれます。2017年以降は左サイドにフラッグロゴが刺繍されていて、これらの刺繍は全て汗止めよりも低い高さに収まっているため、一切の不快感なく着用することができます。クラウンのトップで縫い目を隠しながら補強・固定してくれる点ボタンは非常に頑丈でありながらポップで、モデルによってはクラウンの生地色に対してアクセントとなるカラーリングとなっています。ここまでが5950に共通するディテールで、次はレトロクラウン5950について見ていきます。こちらは MLB オンフィールドではなく、実際に今現在選手が着用しているモデルとは異なるのですが、逆に言うとかつて選手たちが着用していたものに近い柔らかい質感と低めのクラウンが特徴的なクラシックな被り心地のモデルになります。クラウンの高さだけで見るとロープロファイルよりも少し高く、無印の5950とロープロファイルの間に位置するサイズ感と言えます。ただ MLB オンフィールドのモデルがストラクチャードキャップと呼ばれるフロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れを防ぎ、クラシックなシルエットを保つモデルである一方で、レトロクラウン5950はアンストラクチャードキャップとなり、フロントパネル裏の芯地部分は軽量仕様になっていて、ソフトにキャップの形状を保つモデルになっています。そのため着用感というところでは同じサイズであってもかなり異なり、オンフィールドキャップという肩書きこそありませんが、5950ファミリーの中で
最もクラシックな被り心地が手に入る魅力的なモデルです。ただ、知名度含めて少し玄人向けのモデルであることは確かで、定番で在庫があるのはこのニューヨークヤンキースのモデルぐらいかもしれず、レペゼンニューヨークおよびヤンキースを背負うのは自分のスタイルと異なるという場合は着用が難しいかもしれません。ここでレペゼンという言葉を使いましたが、5950といえばどこよりも人目につきやすい頭の上で、自分の出自や貴族、スタイルを象徴するアイテムとしても愛されています。もちろん始まりは自分の好きなチーム、地元のチーム、好きな選手がいるチームと様々だったかと思いますが、そこからヒップホップシーンにも波及していきます。例えばこのロサンゼルスドジャースのモデルは NWA で活躍したドクター・ドレイやその系譜となるケンドリック・ラマーまであらゆるアーティストに愛されており、頭の上に一つ乗せるだけでこの鮮やかなドジャーブルーのカラーも相まってスタイリングに西海岸のカルチャーを香らせることができます。今で言うと大谷翔平選手を筆頭に日本のトップスターが活躍してきたチームでもあるため、日本人でも着用しやすいチームかと思います。ちなみに日本のトップスターが活躍したチームというとニューヨークヤンキースも隠せません。大人気チームで数多くのスターが活躍してきたのはもちろん、ニューヨークという街からもヒップホップのスターは誕生してくるわけで、 JG や50セントなど多くのスターに愛用されていて、 JG は自身の楽曲エンパイアステイトオブマインドの中で、俺はヤンキースの選手以上にヤンキースキャップを有名にしてやったぜと歌っています。こういった自らの出自に紐づけて5950を着用するスターたちの魅力もありますが、そもそもファッションアイテムとしてキャップを身につけるのであれば、単純なデザインの好みだけで選べばいいと思います。しかし、その観点で見ても、このニューヨークヤンキースのモデルは結局候補に入ってしまう完成された美しさがあります。それもそのはず、実はこのロゴはあのティファニーがデザインしたもので、遡ること1877年、ニューヨークに本拠を置くティファニーが NYPD ニューヨーク市警の要請を受けて警官に贈る勲章メダルをデザインします。そしてそこから30年以上経った1909年、元警察署長が球団オーナーの一人であったという縁から、ヤンキースの前身であるニューヨークハイランダーズの球団ロゴに採用されるに至り、今に至ります。その時からもう100年以上の年月が経っているわけですが、ルイ・ビー・ティファニーが手掛けたこのロゴは、その長い時間の中で変わることなく愛され続け、その洗練されたデザインの強固さを物語っています。そんなロゴデザインの美しさはありながらも、MLB の単純なチーム人気以上に、ヤンキースキャップがニューエラを代表するアイコンになっているのには理由があって、実はこのヤンキースキャップには、ニューエラがストリートシーンに羽ばたくきっかけとなった逸話があるのです。それが1996年、映画監督スパイク・リーが頼み込んで実現した赤いヤンキースのキャップです。その年は1980年代から10年以上低迷を続けていたヤンキースが久しぶりにワールドシリーズに歩みを進めていたタイミングで、ヤンキースを愛する映画監督スパイク・リーは自分の赤いジャケットに合う赤色のヤンキースキャップを切望し、ニューエラ社に連絡を入れます。当時のニューエラは MLB オンフィールドの公式サプライヤーとして忠実にチームのキャップを製造していたため、チームカラー以外での作成など考えたこともありませんでしたが、依頼を受けたとはいえ、当然好き勝手に作れてしまうものではなく、MLB や球団の版権元から許諾を得る必要があります。しかし、有名な映画監督のスパイク切ってのお願い事で、彼がニューエラの条約ともともと知り合いだったこともあり、ニューエラ社は当時ヤンキースのオーナーであったスタインブレナー氏に相談し、許可を取り付けることに成功しました。こうして赤色のヤンキースキャップをかぶったスパイク・リーはテレビで3000万人もの視聴者に目撃され、すぐに感度の高いショップやセレブリティからの問い合わせが殺到したそうです。これがニューエラのカスタムオーダーの始まりで、そこからカラーはもちろんファッションブランドやアーティストなどともコラボレーションが始まっていき、5950並びにニューエラのキャップは最高のキャンバスとしての側面も持ち合わせるようになりました。
この流れを生み出すきっかけを作ったアイテムという意味でも、ヤンキースの5950がニューエラを代表するアイコンと言えるのでしょう。この動画ではドジャースとヤンキースの2チームだけのご紹介となりましたが、これ以外にも様々なチームがあり、今ではセパ12球団のオフィシャルキャップも手掛けているので、地元のチームを身につけるというのも一つかもしれません。プロのアスリートが身につけるものとして、間違いなく厳しい目線で常にアップデートが要求されるはずでありながら、1954年の誕生からほとんど変更ないフォルムで作られ続けているのは、それだけこのアイテムの完成度が高いからに他ならず、70年以上経った今でも、あらゆる時代やジャンルのスターたちと同じものを手にすることができる。そんなことができるのは、この5950以外になく、ある種ストリートシーンにおける清掃と言っても過言ではない、そんなクラシックなアイテムです。ぜひ一度チェックしてみてください。ご視聴くださり誠にありがとうございました。